教えてけいこ先生。はい、日本に帰ったら温泉に行きたいけんこ先生です。今日もよろしくお願いします。今日のお題なんですけど、はい、森塩なんですけど、森塩って何ですか？森塩って何でしょうか？はい、森塩は塩を盛ること、持ったものを森塩というんだけれども、なぜそれをするかというと、それは浄化の作用が塩にあるからです。浄化の作用と魔を跳ねのけるっていう作用があるので、なんで皆さんも見たことがあると思うんですけども、お店の入り口の両脇にこういった塩水系の塩がね持ってある、それは本当にお店の中にネガティブなものを入れないようにと、それを思う方がそこに置いていらっしゃるんですね。はい。実際は森塩ってみんなが思っているのとちょっと違う作用もあるんですね。まず森塩の作用その1、浄化をしていきます。空間の浄化をしてくれます。その2、玄関先に置いておくと入り口から変な人が入りにくくなります。実は海なんです、塩って。海なんです、塩って言い方おかしいんですけど、塩って海から取られますね。で、海が浄化のエネルギーをものすごく持っている。実際には海にしろ山にしろ岩にしろ木にしろ、それぞれの働きがある、それぞれのエネルギーが宿る。海っていうものはただ万物を平らかにしていく、平等にしていく、でいらないお荷物を全部吸い取っていって、そしてクリーンにしていくっていう、そういう性質がある。それが海の役割なんです。塩って浄化をしていくだけじゃなくて魔除けになる、ブロックしていく力がすごく強いんですね。そのネガティブって簡単に言うと地味猛量、幽霊的な憑依している存在、その存在が塩を嫌うんです。浄化されたくないから、あちらの世界に戻されたくない。そうなってくると、もうここ入るのやめましょう、入るのやめましょうっていうふうにその人の背後でつぶやくと、なんかあの家行きたくないんだよなとか、あの店嫌いなんだよっていうふうにして、それ自体がもう通過してしまうっていう、そういう役割があります。なので大きく分けて、浄化作用、いらない汚いものをきれいにしていく。2つ目はそういったものが入りにくくなる、やってこなくなる、結界を張るのにすごく役立ちますね。教科書的に言うと、見えない綱を張って、この綱の中にはネガティブなもの入ってはいけないよって、それをパシーンという何らかの手法でやっていくって、そういうことなんですけど、きっちり結界を張っていくためにはもう少し難しくって、例えばお酒をまきます、さらに五色の紙を、色のものをまきます、また祝詞を唱えますとかって、そういうやり方していくともっとパリッと結界張れるんだけど、そんな面倒くさいことできませんという人が多くって、そういう人でも簡単にできるのが塩を部屋のあちこちに置く。それだけでもこの目に見えない綱が張られたような状態になるっていうことなんですよね。はい、トイレ、まずトイレ、お風呂場などの水場です。あと台所、それから玄関、寝室、これが置いた方がいい主要の5箇所なんだけども、基本的には人が滞在する時には必ず切って乱れるので、エネルギー乱れるので、そのポイントポイントに全ての部屋に置くっていうのが一番いいんですよね。はい、水回り、トイレ、お風呂場、水回り、これは水を使うっていうところからネガティブなエネルギーが滞留しやすいっていう、そういうふうになるんですね。水がネガティブなわけじゃなくて、水を汚く扱っているとそこがネガティブなエネルギー状態になりやすいということがあります。はい、キッチンはお水と火を同時に使うので、水と火って相入れないエネルギーなので、すごく気が乱れやすいんですね。なので塩を置くことでそれを中和してくれるみたいな働きがあります。はい、バスソルトとかお風呂に入れるのは悪くないんです。ただし自然のものね、自然の塩がいいんですけど、バスソルト、お塩を3入れて浄化しましょうって、それはもう本当に水溶液的な浄化水溶液としてそこにあるので、ただし1回使ってしまうともうネガティブなエネルギーに変わってしまうので、それはもう必ず流す、そういうことをするといいですね。寝ている時に取り込む気が良ければ良いほど、私たちはすごくエネルギー的に良くなるんです。なのでその塩を置いておいて、浄化をしてエネルギーを良くしておいて、そこでいい気を取り入れると、そういう考え方になりますね。玄関にはどういう
いう作用があるんですかね。はい、玄関に塩を置くとどういう作用があるか、いらないネガティブなエネルギーが入りづらくなります。実際入ってきてもその場所浄化されていって部屋の奥の方まで入ってこないっていう作用があるんですね。だから玄関にね塩を置くのすごくね重要なんですよね。大事なんですよね。はい。例えばごま塩とかでもいいんですか？はい、塩の種類によって使っていい塩、悪い塩あります。それ本当に大事な質問なので、ごま塩は別にいいです。ごまは悪くない。普通の粗塩でもいいし、岩塩、ピンク色のものとか色がついていても自然のものなら大丈夫です。使っていけない塩は合成化合物、ナトリウム塩として作られたもの、それは絶対に使わない方がいいです。はい、舐めない方がいいです。盛り塩は1週間以上絶対置かないでください。できれば2日3日、こまめな人なら毎日変えていただく方が汚れたものを消します。汚れたものを消します。きれいなものをします。そうすると浄化がねクリーンな空間が保たれやすくなるんです。塩を置きっぱなしにしておくと事故、怪我多くなります。で場合によっては死に至るということもありえます。なので盛り塩は実はね取り扱いすごく注意なんですよね。お塩の処分方法、はい、舐めないでください。それはネガティブなエネルギーが溜まった塊だから、実際ほこりかぶって汚いよねということもあるんですけど、それ以上にエネルギーが悪いです。なので普通に捨ててください。実際洗面所とかトイレとか流していくと、その場所をねきれいにしながら一緒に流れていくので、それがいいんじゃないかなと思います。まず塩はネガティブを浄化していくっていう作用があるだけじゃなくて魔除けの作用があるので、その塩をね持ち歩くっていうことはすごく重要なんですね。やっぱり本当に守る力が強いから皆さんにねデイリーで使っていただきたいということがあるんですね。ちゃんとまめにこまめに変えながら、で持ち歩く塩もちゃんと 2,3 日持ち歩いたらまた変えてっていう風に、そういう風に繰り返ししていく。でビニールに入れるよりも和紙とか紙にくるんでおく方がエネルギー的にはいい状態が保たれやすいです。なのでそういった形で持ち歩いていただくといいかなと思います。盛り塩って怖いイメージもあるけれども、使う方が人生がより良くなりますので、ぜひ使ってください。まとめ、塩の力は海の力。はい、ということで塩は本当に皆様の役に立ちます。ぜひ使ってみてください。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また見てください。牛蜜時ってね、物のけに疲れやすくなるんだよね。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた見てください。